13歳のドラマーよよかさん、北海道石狩市出身、中学1年生です。曲を叩くっていうのがなんだろう、ウォーミングアップの一つになってて、最近はそうやって叩くのが好きです。8歳の時、レッド・ツェッペリンの「グッド・タイムズ・バッド・タイムズ」を演奏すると YouTube でなんとですね275万回も再生され、ダウンタウン浜田さんの長男で音楽グループ岡本図の浜岡本さんらプロも絶賛。すごい。さらにシンディ・ローパーが来日公演した際に本人からオファーがあり共演したほどなんですね。瞬く間にその存在を世界が知るところとなりました。小学校を卒業すると今年9月、家族でアメリカに移住。ロックの本場で音楽を極める道を選びました。今はですね、北カリフォルニアに一時滞在中で、家が見つかるまでの間ホームステイをしながらオークランドにある芸術学校に通っています。授業はだいたいどれぐらいちなみに英語は理解できてるんですか？30% ぐらい。別にきつくない。名前は覚えれないんですけど、すごい顔はいろいろ知ってるので、多分友達だと思います。現在中学1年生ですが、音楽や楽器については高校の授業を受けてるんですね。いわゆる飛び級で授業を受けています。その同じ音楽のクラスの人たちに初めて聞いてもらった時はすごいオーバーリアクションなのかなって思うぐらいにリアクションがでかいので、こっちの人たちはそれは楽しいですね。こっちがやっててわーみたいな。先月入ったばかりですが、少しずつ学校にも溶け込んできました。先生にも学校の友達たちにもよよかさんの存在は一目置かれています。I think people are just starting to learn of, how talented she is as a drummer. Beyond being a drummer, she's just a really sweet, kind kid. よよかさんにとっても学校はのびのびと過ごせる場所です。こっちの学校に行きたくないと思ったことはほとんどないです。あと一日が早いですよ。こっちに来るといつもすがすがしいから、そんなに嫌なことがほとんどない。音楽好きの両親のもと、物心つく前にドラムと出会ったよよかさん。0歳とか1歳の時のよよかがハイハイとかしながら、必ずドラムのところに毎回必ずそこに寄っていって、ドラムの椅子に座らせてあげたら、楽しく叩き始めたっていうところから本当自然発生的に始まった。両親と10歳の弟と北海道を飛び出しロックの本場にやってくるまでには意外な経験もあったようです。ちっちゃい頃から成功してるんでしょみたいに見られるんですけど、いろんなお祭りでも全然評価もされなかったし、逆になんていうか怒られたりとかすごい笑われたりとか、そういう彼女の中では結構もう私のドラムって評価してもらえないものなんだ。アメリカのドラムコンテストでチャンピオンになったのをきっかけに、よよかさんのドラムが周囲から評価されるようになります。こんな才能を持った子供を持ってしまった親としては、もうそれ以外の選択肢がもうないんですよね。公務員をしたままでは世界に挑戦できないので、もうやめてこちらに来るための準備を始めたっていう形。
お父さんは仕事を辞めて移住してるわけですね。現在はこれまでの貯金やスポンサーからの収入で生計を立てています。ただこのタイミングゆえの悩みもあるようで、僕らがなんか必死に貯めてきたお金とかがなんか3割ぐらい少なくなったみたいなイメージで、やっぱり結局住居もこっちのね高騰もしてるし円安になってるしってダブルパンチでそういうこと言われたんですけど、まあでもそれでも覚悟を持って来たので。一家を応援して家を無償で貸し出しているホストファミリーは地下室をよよかさんのために改造。すごい今から今私がドラムを練習しているところです。防音シートを1枚ずつ貼った手作りの音楽室でドラムを練習しています。すごい折れるんですよ、私の場合。2日に1回折ったりすることがほとんどで、結構買わないといけなくて、それの消費量がすごいと思います。この日、よよかさんが通う学校が主催するパーティーが開かれ、ドラム演奏で会の大トリを任されました。アメリカに来て3回目の人前での演奏。最後の曲の前に英語で自ら観客に挨拶をします。Next song is my original called Sparkling. I hope you enjoy. Thank you so much. 少女とか天才とかいらないからドラマーって言ってほしいなっていうのはあります。自分の中でミュージシャンとかドラマーっていうところでなんか自分のことを紹介してほしいなってすごい思います。結構日本にいる時はなんかこの若い時にこんなことしてて将来私何やってるんだろうってすごい疑問に思っててすごく不安だったんですけど、なんかこっちに来るとそれがどうでもいい感じ。演奏が終わると観客が次々とよよかさんに話しかけます。この晩も多くの人が魅了されました。壊さないっていうのはできたんですけど、ちょっと無事終わったから良かったって思ってます。他にもいろんな生徒ですごい人もいて、でもそんな中私を最後にしてくれてすごく嬉しくて、ちょっとドキドキしたんですけど、みんな喜んでくれたから良かったなって。国境を越えてドラムを叩くよよかさん。家族との暮らしの中で自らの道を切り開いていきます。